この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は3ヶ月で上手くなるイラスト最速上達法完全版というテーマでお送りしていきたいと思います。以前僕はイラスト最速上達法という動画を出しました。こちらは僕の動画の中では現在30万回再生を超えている2番目に人気のコンテンツなのですが、こちらを見た方からのコメントでもっと具体的に知りたいというリクエストがありましたので、今回はその完全版として3ヶ月で上手くなるための超具体的な方法をお伝えしていきたいと思います。これはっきり言ってウルトラ有料級ですよ。まあでも今回ももちろん無料でやっちゃうんですけどね。それと今回は完全版ということもあって、いつもに比べて少し長めの動画になっております。その分内容もギュッと凝縮した内容になっておりますので、もしかしたら1回で理解できなかったり途中で疲れてしまうこともあると思います。そんな時は無理をせずに何回かに分けて視聴したり、ぜひ何度も繰り返し視聴してみてくださいね。そうすることでより内容が頭に入ってきやすくなると思います。さて、そんないつもよりも内容濃いめでお送りする動画なのですが、ただしですよ、皆さん今日は覚悟してください。これははっきり言って劇薬です。ドラゴンボールで例えるなら超浸水。この水を飲んだあなたは無理やりあなたの中に秘めた実力を引き出されます。ですがその圧倒的なパワーと引き換えにですね、今後3ヶ月間あなたはもがいてもがき苦しんでしまうことになるでしょう。それでもあなたはこの動画を見る覚悟はありますか？その覚悟ができた人だけこの先に進んでください。あなたがどれだけ苦しもうが僕は責任持てませんからね。あくまで自己責任でお願いしますね。おや？そうですか。覚悟ができたんですね。いいでしょう。それじゃあ早速始めていきましょう。3ヶ月で上手くなるイラスト最速上達法完全版スタートです。それでは早速具体的な方法に進む前に、僕がその3ヶ月間でどれだけ成長できたのか、ビフォーアフターをお見せしましょう。どれくらい成長できるものなのかちゃんとお見せしてからでないと説得力に欠けてしまいますからね。はい、こちらです。左がこの練習法をする前、そして右が約3ヶ月後の僕のイラストです。これぐらい3ヶ月で成長できます。かなり成長できているのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。と、このように今日紹介するのは実際に僕がやった練習法です。申し遅れましたが、僕は19年間プロのイラストレーターとして活動している斉藤直樹と申します。今現在はどんな仕事をしているかというと、ポケモンカード公式イラストレーターだったり、アプリゲームドラガリアロストのキャラクターデザイン、たまに初音ミクのイラストも描かせていただいております。ちなみに僕の背景にたまにチラチラ見えているこのフィギュアは僕がデザインさせてもらったものですね。と、このように今現在はキャラクターのお仕事を中心に活動させていただいている僕ですが、僕は7年前30歳の時まではずっとモンスターを描く絵師でした。こういうイラストを描いていました。でも30歳の時にキャラクターのイラストが描きたい、そう思い立ちキャラクターの絵の仕事を始めたんですね。でもいざキャラクターを描いてみたら、さっき紹介した左側の絵のような感じ、当然まともに仕事にできるようなレベルではありませんでした。それでどうしようって困り果てて、どうすれば短期間で効率的に上手くなれるのか考えて実行した方法がこれから紹介する方法だったんですね。なので今回かなり恥ずかしいんですけど、その期間に僕がどのような練習をしていったのか、実はさっき見せたのはその時の練習ノートの一部。このノートなんですが、このノートの内容も紹介しながら進めていきたいと思います。なので今回の動画を見ていただき、そして実際に皆さんがこの方法を実践することで、今紹介したように3ヶ月後、これが私のイラスト？なんていう風に見違えるぐらい絵が成長できると思います。そしてさらに本気で取り組めば、今まで絵の仕事をやってこなかった方でも、うわ、イラストの依頼が舞い込んできた、
そんな未来を実現していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速ですが、こちらが今日お伝えする上達法の内容です。1、理想の自分の絵を探す。2、その人の絵柄でオリジナル作品を描く。3、自分の絵とお手本を見比べる。4、1点に絞って練習。5、練習したことを反映して2に戻る。これだけだとちょっと何を言ってるかわかんないと思いますので、例を示しながら具体的に詳しく順番に解説していきますね。理想の自分の絵を探す。この方法で一番重要な部分がこれです。自分が理想とする絵、つまりお手本を探しましょう。このお手本を探す一番の基準としては、心を惹かれることです。人気がありそうだけど自分はあまり好きじゃない絵とか、あまり心は惹かれたりしないが基本がしっかりしているように見えてアカデミックな絵柄なんていう風に、あまり心が惹かれない絵柄についてはこの練習法は向かないと思います。なぜなら3ヶ月間みっちりとこの絵柄に向き合うことになるからです。本当に好きだと思う絵柄じゃないと途中で挫折してしまう可能性大なので、そこは自分に嘘をつかないようお手本を選びましょうね。ちなみに僕がこの時お手本にさせてもらったのはイラストレーター牛さんのイラストです。牛さんは剣と魔法と学園ものとか三国志パズル対戦のメインイラストレーターの方ですね。こちらが牛さんのイラストです。ちなみにその時僕が牛さんのイラストを見てどのぐらい心が惹かれたかというと、これ本人にもお話しして若干苦笑いされたんですけど、僕牛さんの絵を見た瞬間にですね、好きを通り越してこれ俺の絵じゃんって思ったんですよね。いやもちろんさっき紹介したように当時の僕の絵は今とまるで違いますからね。全く彼の絵とは似ても似つかないんですけど、でも確かにその時はそう思ったんですよね。てか普通に失礼ですよね。でもそのぐらい心が惹かれたんですね。たくさんある場合は、でもここでこう思う人もいると思います。でも好きな絵柄がたくさんある場合はどうすればいいの？わかります。自分の絵柄を1個に絞るのってめちゃくちゃ大変な作業ですよね。僕の場合もそれまではこれという絵柄に1個に絞ったことはなくて、絵柄を安定させることになんとなく恐怖感すらありました。なんでしょう、潰しが効かなくなるような感じといえば理解していただけるでしょうか。イラストレーターになっておきながら今更潰しが効かないことに恐怖感を抱くってそもそもおかしい気はするんですけど、でも確かにそう思ってたんですよね。なので結果的に絵柄がふわふわした状態でした。そして好きな作家さん、影響を受けたイラストレーターの方もたくさんいたんですね。当時はその全てを同時に参考にしていました。もちろんそれはそれでいいんですが、ただ今回のこの方法に関してはですね、少なくともこの一連の過程をこなす間だけは参考にするお手本は1個に絞りましょう。そうでないとこの練習法の意味がないんですね。理由は後でお話ししますが、とにかくここで大事なポイントはお手本を1個に絞ること。これが大事なんです。その人の絵柄でオリジナル作品を描く。さてここからが実際の練習に入っていきます。まず最初に行うこと、それは練習ではなくいきなり実践です。本気の本気、超本気モードでイラストを描いてください。先ほどあなたが選んだお手本を参考にしながらですね、その人になったつもりでトレースでも模写でもなく新たなオリジナル作品をその人の絵柄を真似しながら描いてみましょう。ちなみにこれがその時僕が本気の本気で描いたものですね。ごめんなさい、ちょっと恥ずかしすぎるんですけど、ポイントはですね、できるだけ本番と思うことです。練習だとは思わずに、例えばこれは商品だ、実際に店頭で発売されるんだとイメージしたり、もし学生さんで商品だということをいまいち想像できなかったとしたら、これはポートフォリオに入れる作品だ、この作品の出来の良し悪しで自分の進路が決まる、そのぐらい本気で描き上げてください。このイラストも結構雑に見えるんですけど、これでも 4,5 時間ぐらいかかって何度も描き直してやっとこれです。これが当時の本気だったんですよ。なぜそれが大事かというと、そうしないと本当の課題が発見できないからです。だってここでもし本気を出さなかったら次の課題は自然と今回は本気出せなかったから次は本気で描こうになっちゃいますよね。それってイラストを良くする具体的な課題ではなく、イラストに向き合うための姿勢についての課題じゃないですか。その課題が残っている限り絵の上達への具体的な課題がいつ
つまで経っても見えないままになっちゃうんですよね。次は本気で描こう。この課題を排除するためにも、まずは全力で描き切りましょう。いきなりハードというか、そもそも絵を完成させることすら難しいのにという声が聞こえてきそうですが、分かっています。この工程が一番辛いとは思います。だっていきなり描けるわけがありませんからね。もしかしたら色を塗ったことすらない人もいるかもしれないし、デジタルイラストは初めてという方もいるかもしれません。でもそれならそれで構いません。とにかく自分が今考えうる手段を全て使って無理やりお手本に近づけてください。これが今回紹介する方法の最初にして最大の難関と言っても過言ではないと思います。何を書けばいいのかわからないときは、もし何を書けばいいのかわからないという方は二次創作でもいいです。女の子が描きたいという場合はもう何も考えずに初音ミクを描くというのでもいいでしょう。この動画の一番初めにお見せしたように、僕も練習として初音ミクを何度も描いていました。ただそれじゃあ不満という方はですね、簡単な自分のオリジナルキャラを作ってみるのもおすすめです。もしオリジナルキャラクターを作ったことがないよという方は、こちらの動画キャラクターを作ろうを参考にして見るのもいいと思います。オリジナルキャラクターを簡単に作るための方法を紹介していますし、キャラクターの素体も無料で配布しておりますので、比較的楽にオリジナルキャラを作っていただけると思います。概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。一つ自分のオリジナルキャラクターを作ってしまえば、どんな絵を描く時でも、何を描けばいいんだという悩みからは永遠に解放されますからね。自分の絵とお手本を見比べる。さて、地獄の時間がやってまいりました。自分の絵とお手本の絵、比較タイム。いやーもうね、この瞬間が本当一番精神的エネルギーが削られる瞬間ですね。いやだってもう二度と見たくない、うまく描けなかった絵と自分が理想にしているお手本、この二つを隣に並べてですね、そしてそれを凝視しなきゃいけないわけですから、これを地獄と言わずして何と表現すればいいのか。まあでも自分で決めたことですからね、意を決してやっていきましょう。はい、並べてみます。はいまあそうなりますよね。なんか未だに辛いですね。まあ当然といえば当然なんですけど、一回本気を出したくらいでは、絶対にお手本と並ぶような絵は描けません。確実にどこかしら気に入らない部分があると思います。この段階はですね、お手本と自分の絵を比べた時に見劣りするポイント、どこが気に入らないかをノートに書き出していってみます。ちなみにこちらが僕のその時のメモですね。このようにその時感じた自分の足りないポイント、そして課題を紙に箇条書きで書き出していってみましょう。ここのポイントとしては、全部ダメと投げやりにならないことです。これ気持ちはわかるんですよ。もう全然ダメ。絶望に打ちひしがれてる時ってあまり建設的な頭は働きにくいです。ついついもう全然ダメだ、最初からやり直しだってなりがちです。もうなんかふわふわして地面が消えてしまったような、そんな浮き足だった状態になっていることでしょう。でも我慢してください。できるだけ細かくですね。顔が可愛いと感じない、目が魅力的に描けていない、髪がうまく描けていない、色が汚い、ポーズに動きが足りない、そんな風に細かく問題点を書き出していってみてください。そしてその問題、課題の中から今一番問題だと思う問題を1個だけ選び出してください。それが今あなたが取り組む課題になります。ちなみにこの時僕が選んだ課題は、顔のパーツの位置をどこに置くのかわからないという問題ですね。どれを優先にすべきかわからない時は、ここでもこういう疑問が浮かぶ人もいるかもしれません。問題が多すぎてどこから手をつけるべきなのか全然わからない。確かにそうでしょう。さっきの僕のメモを見ていただけるとわかると思いますが、僕もその状態でした。でもね、特にキャラクターイラストの場合は答えは明確です。まず優先すべき課題は顔に関する課題です。輪郭、目、鼻、口、そして髪、角度による書き分けや表情など、とにかく顔に関わる課題を解決するのが最優先です。その他の問題は一旦置いておきましょう。そしてその次に体、特に手でしょうか。手は体の部位の中で特に目立つ部分なので、うまく描けると心強い武器になります。なので顔、次に体という優先度で自分の課題を一つ選びましょう。その一点に絞って練習。
さて、課題が絞れましたね。僕の場合は顔のパーツをどこに置くのかわからないというのが課題でした。なのでそこだけを意識しながら練習していきます。これがですね、僕のその時の練習ノートです。僕の場合はこんな風にポリゴンのパーツに分けて立体的にどこにどうパーツを配置すれば魅力的に見えるのか探っていった感じですね。まあこれ結果的には女の子の顔は立体的に考えない方がいいかもという結論に至ってしまい、この黒は一体ってこの時は思ったんですけど、今考えるとこういうアプローチはうまくいかないということも一つの学びなので無駄ではなかったと思います。デッサンや模写についても必要ならばこの段階でやりましょう。この段階では第一段階で決めたお手本だけでは資料が足りない場合もありますから、あなたが必要だと感じる資料を探して参考にしながら練習していきましょう。ただしあくまで今抱えている課題を解決するためだけの練習に留めておくのがポイントです。深追いは禁物ですよ。課題解決のための勉強は力になりますが、その他目的のない練習はただの現実逃避になってしまう場合が多いからです。なので目の練習と決めたらあくまで目の練習にとどめること、そこから広げていって髪の毛の練習には今は手を出さない。あくまで今は自分が選んだ一つの問題解決のため、ただそのためだけに練習しているんだ。それを忘れないようにしてくださいね。どのぐらいの時間練習すればいいの？こればかりは人によって違うとしか言いようがありません。というか時間で区切れるようなものではありませんね。ただ時間の代わりに一つの目安になるのは発見でしょうか。そうか、わかった、こうすればうまくいくかもしれない、そういう次の作品に活かせそうな発見があった時に一旦練習を区切るのがいいと思います。いや、そうは言ってもさ、時間の目安はあるでしょうよ。もったいぶらずに教えてよという人がいるかもしれませんので、一応僕の練習時間をお話しすると、この3ヶ月間は僕は本当に本気で向き合うことに決めていましたので、僕の場合にはその時入っていた以外の仕事はほぼお断りして、朝5時ぐらいから夜寝るまで寝る時間以外ほぼ全てこの練習に当てていました。なのでこの練習パートに使った時間としては1日13時間ぐらいを2日間合計26時間といった感じだったでしょうか。まあでもちょっと今考えてもさすがに異常ですし、普通の生活がある人はそこまでそもそも時間を作れないと思うので、時間を小分けにしてその代わり少なくとも1日 2,3 時間ぐらい何かしらの発見があるまで練習を続けるのがいいんじゃないかと思います。ここでのポイントは漠然とやらないこと。よし、1個は必ず何か今よりも上手くなるための法則を発見するぞと目標を立てるのが重要です。発見したことや立てた仮説はこのように疑問文でも構わないのでノートに書き記しましょう。僕の場合はこんな風にメモを書いていますね。いい感じと思ったけどほっぺたが足りない、ほっぺたを出すとこんな感じみたいに考える過程すら書き記していることがお分かりいただけると思います。こうすることで具体的な気づきにたどり着きやすくなりますので、忘れずに書き込むようにしてくださいね。練習したことを反映して2に戻る。さて、ここまでよく頑張りましたね。本気の作品も作ったし、課題もはっきりして、そして練習もした。上手くなった!そんな風に思った方、それ完全に間違ってますからね。なぜなら、これは1巡目だからです。1巡目はですね、この練習法の目的でいうところの問題発見のための段階なんですね。そうなんです。むしろ上手くなるのはですね、2巡目からなんですよ。1巡目はですね、これは非常に言いにくいことなんですが、上手くなってません!上手くなったと思った方、残念!それ勘違いです。さあ、面白くなってきましたね。盛り上がってまいりました。それでは次に何をするのか。それは今回1巡目で練習し、そしてこうすればうまく描けるはずと立てた仮説を実際に反映した自分のイラストをまた手順2に戻って本気モードで描いてみる。これです。いやー、すいません。もうね、ここからが本番なんですよ。そしてまた手順2、3、4と進んで仮説が立ったらその練習。そしてまた手順2に戻って本気のイラストを描いてみる。そして手順2、3、4と進んで2に戻ってまた繰り返し。これを何順も何順もやるんですね。おい、
嘘だろって思いましたよね。いや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 、そんな辛いことできるわけないじゃんって思いましたよね。だからです。だからこのやり方は効くんです。なぜかというと、このやり方はビジネス用語で例えるならば PDCA サイクルを超高速で回すやり方だからです。 PDCA つまり計画、プラン、実行、Do、評価、チェック、改善、アクションのことですね。このサイクルをガンガン周回するわけです。問題を発見して改善、問題を発見して改善、問題を発見して改善、これをひたすら繰り返します。そうすることでですね、最初はめちゃくちゃ遠かった目標、そこに至るまでに立ちふさがっていたいくつもの壁を一枚一枚確実に取り払っていくことができ、短期間で目標に近づくことができるというわけなんです。ちなみに僕がおすすめする効果的なやり方は、これは毎回ではないんですけど、この手順を3順4順繰り返すと確実にそれまでよりも目に見えて結構上手くなっている、技術がついている状態になると思うんですよ。そしたらその段階で前に描いてみたイラストのリメイク、全く同じポーズのイラストをその時点の実力で描き直してみるのも面白いです。そうすることで今自分がどのくらい上手くなったのかが目に見えて分かり、モチベーションにもつながるからです。途中で辛くなってしまった時にはぜひ試してみてください。あれ？いつの間に俺こんなに上手くなってたんだ？そんな風に感動できると思いますよ。オリジナリティがなくなってしまうのでは？さて、ここまで話してこんな心配もする人もいるかもしれませんね。そこまでがっつりお手本を真似なんかしたら個性が死んじゃうんじゃないの？イラストって作者の個性大事でしょ？個性が完全になくなっちゃったらプロとしてやっぱりやっていけないんじゃ。そうですよね。当然の心配だと思います。ですが、これ結論言っちゃうとですね、全然心配しなくて OK ですね。それはなぜかというとですね、個性ってどれだけ本気で消そうとしても出てきちゃうものなんですよ。僕はこの練習法をする中で強く意識したことがあります。それが完全に牛さんと思われる牛さんのコピーになることでした。そのぐらい個性を完全に消そうと思ったんですね。でも結果を見てください。僕結構斉藤さんのイラストって一発でわかりますって言われることがあるんですよ。ありがたいです。でも僕はこの時確かに自分の個性を完全に消し切ろうと思っていたのに、見ている人からは一発でわかると言われてしまっている。消そうとしても消えない。そのぐらい個性って強いんですね。なので個性が消えてしまうんじゃないだろうかという心配はしなくても大丈夫です。それに以前僕は個性はパクチーのようなものと言いました。個性ってそのぐらい強いものなので、個性を入れようと意識しすぎてしまうとですね、パクチーを入れすぎた料理みたいにうわくっそっていう風に匂いがきつすぎて苦手な人は食べられない料理になっちゃうんですよ。ほんのちょっと隠し味程度に入っているのがいい。それが個性なんです。入れようとするんじゃなくて添えるだけ。パクチーは添えるだけ。それで十分なんです。注意点。さて以上がイラスト最速上達法完全版の具体的な実践方法です。ただ繰り返しになりますが、この方法には注意点があります。それはこの方法は基礎から固めていくようなやり方ではないということです。そのためここまで聞いて重々理解できたんじゃないかと思いますが、これは結構辛いやり方だったりします。どう辛いかというとですね、例えば普通ドラクエをプレイするときってボスと戦うとき十分レベル上げをしてこれなら勝てるっていう確信を得てからボスに挑むじゃないですか。普通は負けたくないですからね。でもこのやり方は逆。レベル上げ？そんなの後々とりあえず戦ってきてみで多分負けるから、そしたらその後でどんな武器で戦えばどんな魔法が効くのか、そしてどんな順番で攻めるのか、その後で負けた後に考えな。そういうやり方です。なのでレベル上げが必要ない分最速でゲームはクリアできますが、その都度ボス戦では絶対に負けます。そして自分が足りない能力を直に突きつけられるんですね。なのでそこが辛いんです。苦しいんです。
痛いんです。だってこの方法はゲームではなく生身、あなた自身の体を使って行う実践なのですから。それがこのやり方の劇薬たるゆえんですね。なのでこの上達法の実践中、あなたは辛い思いをすることになると思います。チャレンジしている時間も普段よりも長く感じることでしょう。ただそれゆえにめちゃくちゃ効果は高いです。そしてこの修行を終えてあなたが外界に出てきた時、おそらくあなたの周りの人たちはあなたの絵を見てこういうことでしょう。なんでお前そんなに絵上手くなってんの？なんか特別なことやった？おい、方法教えろよなんていう風に。この方法自体はですね、今お伝えした通りなので教えることは簡単だと思います。なのでこの方法論自体にはですね、そんなに価値はないんです。だってこれ知識としてはすぐに頭に入れられちゃいますからね。それじゃあ何が一番の価値なのか、この方法の本当の価値は何か、それはですね、この方法をこれからあなたが実際に試して、そして苦しんで、そして成長して、そして3ヶ月後、その時あなたの手に握られているものに自ら気づき、あなただけがその本当の価値を知ることになると思います。これが力。以上が今日僕が伝えたかったことです。またこの動画の元の動画、イラスト最速上達法については下の概要欄に URL を貼っておきます。僕が YouTube を始めてすぐの動画なのでちょっと拙い部分はあるんですが、今回の動画の内容をまた別の角度から紹介していますので、興味がある方はぜひ参考にしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。